荒谷の戸田と申します。今はこの荒谷のお店1階と2階の運営をしてます。大学卒業まではいわきにいて、大学卒業してから東京行ってアパレルで働き始めて、そこから12年くらいアパレルで働いて、2018年の9月にここをオープン、まず1回オープンしました。お店を立ち上げたいと思ったきっかけは、もう東京で10年とか働いて、そろそろなんか違うことやりたいなっていうのと、一番は向こうにいてお店出店とかはやっぱよくしてたり、買い付け行かせてもらったりとかいろんなことやってたけど、今度街づくりみたいなのをしたいなと思って、まずそこが大きくて、東京行ってとか仙台行ってとか郡山行ってとか、もちろん足伸ばすことも大事だけど、地元でもっとこう楽しくできるよっていうのも伝えないとなっていうのが使命かなっていう。名前は大学の時に授業で宗教社会学っていうのを取ってて、でその時に仏教の教えみたいなのを学んだことがあって、その時に荒屋敷っていう言葉がまずあって、ちょっと気になってはいて、ずっと忘れてて、でなんか名前考えてた時に、で荒屋っていう名前と響きだけがずっと残ってて、でオープンするギリギリまで名前決めずにそう解体して、やっぱ一番最後まで残ってた名前というか、一番なんかしっくりくるかなっていう。荒屋敷っていうのがすごい簡単に言ったら、こう根本にある意識みたいな意味合いがあって、見るとか聞くとかの中でこう順番があって、一番こうそこにある意識で、なんかそこからこういろいろ変えられたらいいなっていう意味も含めて、でそこの荒屋敷っていうのはこういろいろ溜め込む知識とかを溜め込む場所でもあって、でそれをこう溜めた知識を種をまいていくっていう意味もあるみたいで、なんかそのお店に例えたらめっちゃいいなと思って、あんまり自分が狭まんないようにもしたいし、そういうのも含まれてる。大変だったのはやっぱそもそもその古着屋さんっていうのが結構少ない地域だから、受け入れられてんのかなんかはちょっとよく分かんないなっていうままやってる不安な中やってるのと、あとは海外に買い付けに行ってるっていうのも結構不思議がられたりもするんですよね。僕は古着屋として行くの普通だなっていう感覚で行ったけど、海外買い付けに行ってますっていうと結構不思議がられる。オープンした年とかはね、4回ぐらい買い付け行ってもう繰り返してたんで、なんかその辺のなんかこうリサイクルに思われがちというか、リサイクルではあるんだけど、なんかこう選んできてるぞっていうのを伝え、僕は伝えれてないだけなんですけど、なんかもっとちゃんと伝えなきゃいけないんだなっていうのも思ったり、大変なのはでもおおむね楽しいことの方が多いですね。だし結構幅が広くて、それがもしかしたら結構なんか嬉しいことかも。高校生ぐらいからなんか60代70代ぐらいのおじいちゃんおばあちゃん世代までフラッと来てコーヒー飲んでみたいな、なんかそういうのが作れるのはやっぱ嬉しいなって。どうぞ。ここはちょっと雑貨類ですね。カメラとファイヤーキングとかちょっと懐かしいのもありつつ、あと花瓶とかですね。あとちょっと集めてる本と、売ってるやつもスタンダードさんコーヒーの本ですねと、なんかいろいろちょっとごちゃごちゃしてますあと瓶とかフランスの瓶、100年ぐらい前の瓶とか、
もあったり、もうちょっと綺麗に置かないとですけどね。で1階もカウンターになってて、コーヒーとか飲めるようになってます。買い付けたお洋服とちょっとオリジナルのものもこの辺は作ったりとかしてます。作ったのもちょっと混ざってます。そうなんか無地のスウェットがちょっと集まりにくかったんで、これは作ろうと思って去年作って5色ぐらい、そんなに量は作ってないですけど、もうメンズもレディースも大体海外から、あと直接今行けない時とかはこういうの欲しいって集めてもらって直接送ってもらったりとか、あとはやっぱ行った方が可愛いの集まる。そうですね。こんな感じで今ラックは色分けっていうか雰囲気にもちょっと分けてて、そうでもヴィンテージ古いものなかなか買えなくなってきてるんで、レギュラーのものでも新しめな古着だとしてもなんかいいなぐらいのテンション、めっちゃいいなっていうやつは多分みんな欲しくて、他の古着屋さんももちろん欲しいし買いたいから、なんかそれだけじゃなくて、なんか気の利いてんなみたいなやつをできるだけ入れたいなっていう、海外帰って行ったら結構そういう目線で探してるのも多いかな。でもやっぱ自分が好み強すぎるとみんな着てくんないから本当はこういう結構刺繍物とかハンドメイド系のものも好きで入れるけど、やっぱそこじゃない人も多いし、古いものとかそんなに古くないけど形面白いなとか、そういうやつを探してる人も多いんで、ですね。この辺とかも物は古いけど、値段もやっぱそこしちゃうから、個人的にいいな。でもこれ可愛いんすよ。これね、さらっとしてるけど実はリバーシブルでそんな古くはないけど結構さらっと着れる可愛い。メンズレディースどっちでもでも絶対可愛い。新品のお洋服屋さんでも別に作る感じでもないだろうし、なんかこの雑さがいいよね。ちょっと作りのちょっと切りっぱみたいになってるけど、かわいい。デザインがかわいい。あとは知り合いのあくびさんのアクセサリー結構定期的に入れ替えてくれて、そうでポップアップでわざわざ東京から来てくれたりとか、あくびさんのつながりで去年のゴールデンウィークは手相占いのフェイフェイさんとミルクティーサービスの人も読んでもらってでイベントしたりとか、この辺はもうコレクションみたいな感じで集めてたアフガニスタンのワンピース、古い刺繍の、別に売れる売れないとかまた別物というか 60s とかなんですけど、なかなか今集まんないんで集めてて、あとこの辺ドレスも最近ちょっと集めて、でこれはレンタル、この辺のラックは全部レンタルしてて、ちょっと撮影とかのウェディングのフォトとか、あとお呼ばれ行ったりとかそういう時用に別にクリーニングして戻さずでいいんでこっちでやるんで、1回レンタル1万円みたいな感じなんですけど、持っててもなかなかねそんなガツガツ着るわけじゃないから、少し人と違ったのも着たいなっていうのがあったらいいなっていう。古着でもちょっとベタっすけどオールドのちょっと古めキャップ、この辺だったらさらっと着て可愛いでしょ。シンプルすぎて今売ってるものとどう違うんだって言われるとあれだけど、この辺のやっぱ柄は可愛いっすよね。古着だからっていう可愛さがやっぱりあるんで、手編みしてたりとかでちょっと少しサイズ感良くないなって思うものもあるかもしれないですけど、なんかそこに愛着があるんですよね。古着あんま興味ないことも結構買ってってくれたりするんで、手始めにはいいですよね。これが2階です
2階も解体して、そうで解体したら天井が開いてて、さらに1メーターちょっとぐらいまで、そこまでしか天井なかったけど、天井全部壊したらプラスで1メーターちょい上がって、壊したらこんだけ高くてラッキーと思って。ただまあ大変大変、すごかったね、荒れてて。スピーカーが、はい、前ソニーハウスっていう名前で活動してた奈良の、スピーカー屋さん、手作りしてて、リスチュードっていう名前に変わってやってて、そうで1階も2階もリスチュードの使わせてもらって、なんかやっぱ違うんですよね、音がわーって全体に広がるのが他のスピーカーとやっぱ全然違うし、なんか独立したらこれを使いたかったっていう最初にちょっとここはかけときたいなっていう夢のあとこの辺はこのまま残してて、解体してそのまま、消す必要もないしボロボロだけど気になるとこだけ隙間とかだけこうやって埋めてもらって、そのぐらいかな。この辺もうこのパンの枠も手作りしてて適当に。あとはこの材木はいわきに赤い製材所っていう製材所があって、木の輸入とかして海外も結構バンバン行って、海外から木材輸入したりとか、そこの人が持ってた材木で100年ぐらい前に製材されたレッドシダーとかな、これがめっちゃでかいんですよ。で入んないんで1本で本当は8メーター、この8メーターぐらいあったんですけど運べないんで4メーター4メーターに切って入れてもらって、この厚さと言われないと全然わかんない。このノコの製材するときにこうノコをこうウィーンって入れるこのノコの形がこれで年代がわかるっていう。これも本当は多分サンダーして消しちゃうんだろうけど、でももうあえて残してあんまりサンダーしすぎないで、で今はねもうちょっとツルツルになってきたけど、もう人の後油っていうかでどんどんこう味が出てくるんで、この下も全部赤い製材所から、これなんかこう亀裂が入っちゃったりして建材としては使えないやつとかを安く譲り受けさせてもらって使わせてもらってますね。メニューはドリンクだとアイス抹茶ラテとか結構人気、ずーっとやってるんですけど、下で1回でもずっと出しててずっと人気メニューで、西荻窪のサテン産の抹茶を使わせてもらってて、でほうじ茶もそうですね、ほうじ茶もサテン、西荻窪のサテン産のからほうじ茶使わせてもらってて、アイスコーヒーもカフェラテも同じ豆なんですけど、ブレンドも幡ヶ谷の GP コーヒーロースターっていう結構深入り専門でやってるロースターさんがいて、若いんですよ、まだ30歳ぐらいでやってるロースターさんがいて、そこの豆をずっと使わせてもらってますね。深入りが好きでしっかりめなやつを使わせてもらってます。あと人気なのはやっぱりイヨシコーラとか人気ですね。イヨシコーラは東京でも結構人気で、もう卸し始めてからずっと扱わせてもらってて、カレーもやってます。カレー、チキンカレー、野菜カレーで、カレーのルーはここでは作ってないんですけど、湯本のゴッホっていうカレー屋さんからルーを入れてて、水基本入れないんですよ、カレールー作るのに。野菜の煮出しだけで水分出して、最後本当に調整として塩をちょっとだけ入れるだけ、最後に。それ以外はスパイスとかの調味料以外は使ってないですね。なので夜カフェの時にそうたまにやってて、夜12時ぐらいまで夜カフェみたいな、アルコールとあと夜限定メニューみたいなアヒージョとか、みんなスタッフが考えてくれるんで、
それでもうお任せです。やってますね。夜だけどハンバーガーとかもその時は出したりとか、ハンバーガーとカレーだけ出したりとか。ハンバーガーもバンズから全部ここで焼いてるんで、パテも冷凍とかじゃなくてここで成形してひき肉を卸業者から入れて、割合も決めてもらって入れて練って成形して、でここで焼いたバンズに挟んで、いやそう意外とうまいんですよ。この辺のチーズケーキとかも全部ここで手作り焼いてます、オーブンで。そうそう、これね、みんなで壊した、ここにねコンクリートの壁があって、それを壊したコンクリートが入ってます。でここ一応2階は高田建築設計さんっていう高田さんっていう建築士の方がいて、そこのアシスタントで入ってる子はいわき出身の子で、その子に声かけてもらえて、でデザインじゃあその人と一緒にやりましょうって言って、でこういうアイディア出してくれて、せっかくなんだから壊したやつ使いたいねっていう。でジャカゴを本当は全部ジャカゴにして、そっちも全部石入れるっていう感じだったんですけど、僕の予算的にそんなにきつかったんでちょっとここ一部だけジャカゴ入れてもらって。そうですね、これも赤い製材所さんからこれもほぼいただいたに近いぐらいの値段で、もう住宅作る時とか資材の端材ですねが結構よく出て、やっぱそれはチップにしちゃう感じでしかやっぱ使われないみたいなので、なんか使い方ないかなと思って、で貼りました一つ一つボンドで貼りましたね。トータルしたら1週間ぐらいかかったかな。やっぱ愛着ありますね。4000枚嘘かなそのぐらい貼ってるですね。ほんとランダムにこう輪切りしてそれを使わせてもらって、やっぱこれもどんどん時間経ってきてどんどん濃くなってきましたね、色が。椅子は結構ずっと集めてて、結構古いアーコールの椅子、古い椅子を結構使ってますね。そう全部アンティークに近いかな。50、60ぐらいの椅子が多いですね。ちょっと無理くりですけどね、イギリスもアメリカもミックスな感じですこの辺はアメリカのちょっと古いウッドチェアし、なんかね椅子に合わせると今度テーブルがやっぱ綺麗な新品の入れるのが難しいなと思って、それでテーブル探しがやっぱ難しくて結局作るっていう足もつかもうテーブル全部その製材所さんからですね。この木材もそうだし、この馬作業する時に使う馬っすね。でも赤い製材所さんからもう古くなって使わなくなったやつとかを安く譲ってもらったりして使わせてもらってますね。でここの奥、今年中か来年ぐらいには壊しちゃうかな。で奥本屋さんにしようかな。30坪近くあるんで結構広い本屋さんっていうか、そこはもうちょっと個人っていうか、なんか勉強とかできる席とかも作れたらなと思って、一人の人ももうちょっと来やすい感じにしたいし、こっちも本当はカウンターをゆくゆく作りたいなと思って、将来的には都内出て帰ってきたりとか、他いろいろ行って帰ってきたりとか、いわきでなんかしたいなっていう人にこうお店とかも作りやすい、なんかやっていけんじゃないかなって、やっていけそうって思われるようにまずしないとなっていうのがまず一個ハードルあって、なんかいわきで全然お店やれるなって思われる街づくりというか、いわき楽しいなって思われないと、まずそこが1ハードルというか、そこはでもずっとやらなきゃいけないんだけど、
あとはやっぱり観光地としてもまだまだ多分これからなんだろうなってやれることあるかなとも思うし、もうちょっとやっぱお店を普通に回りたいですよね。飲食の割合はめちゃくちゃ多いかなと思うんで、それ以外の物販をもうちょっと増やしたいなっていう気持ちは、せっかくね、なんかうちだってやっぱ遠くから来てくれる人、仙台からとか都内千葉とかから来てくれたりとかっていう人がいたりしても、何軒かしか行けなかったり、1軒2軒じゃあもう帰ろうかっていう、もうちょっとなんかやっぱね回られるところが増えたら、だからってカフェばっかり増えても1日に行けたって2、3軒とか頑張って行ってもそれ以外をもうちょっと増やしたいなっていう。